今、AI が生命の設計図をものすごい勢いで解き明かしていますよね。でも、ちょっと待ってください。その AI が出した答え、本当に信じていいんでしょうか？今回は AI 予測の信頼性を見抜いて、新しい創薬の扉を開く鍵となるツール、チメラ X の秘密に迫っていきます。AI のおかげでもうほとんど全てのタンパク質の形が予測されたわけです。これでもう創薬なんてあっという間だって、そう思われていたんです。でもね、研究者たちは今実はすごい大きな問題にぶつかってるんですよ。それが AI が山のように出してきたこの構造、一体どれを信じればいいのっていう、信頼性の問題なんですね。いやー、アルファフォールドみたいな AI って本当に革命的ですよね。これまで何年も、下手したら何十年もかかってたタンパク質の構造解析がほんの一瞬で終わっちゃうんですから。でも忘れてはいけないのが、これはあくまで予測だっていうこと。100% 正しいとは限らない。ここがね、次の科学的な発見に進むためのすごく大きな壁になってるわけです。だからこそ、その AI の予測結果をちゃんと解釈して、本当に信頼できる情報だけを僕たち研究者に届けてくれる、そんな頼れるパートナーが必要になってくるわけです。そこでいよいよ登場するのが今回の主役、チメラ X です。これはですね、USF で2023年に発表されたツールなんですけど、既存のツールとはもう考え方が根本から違うんです。アルファフォールトとかが出してくるあの独特なデータを初めから完璧に扱えるように、全く新しい思想でゼロから設計されてるんですね。で、チメラ X の何がすごいかっていうと、その徹底したシンプルさと使いやすさなんですよ。AI の予測データを直接ポンと読み込んで、その信頼性をサクッと検証して、最後には論文に載せられるような綺麗な図にしてくれる、この一連の流れがもうめちゃくちゃスムーズなんです。おまけに学術利用なら無料。まさに今の時代の研究者のためのツールって感じですよね。じゃあ実際にこのチメラ X を使って AI の予測をどうやって解釈していくのか、そのプロセスがまた驚くほどシンプルなんです。たった3つのステップで AI の予測を本物の科学的な発見に変えることができる。さあ、一つずつ見ていきましょうか。さあ、最初のステップです。そしてこれが何よりも大事な検証。AI がね、こんなに美しい構造を見せてくれたとしても、僕たちはまず疑ってかからなきゃいけない。この予測、本当に信用できるのってね。チメラックスはアルファフォールドが出してくる2つの大事な信頼スコアをすごく分かりやすく見せてくれます。まず1つ目が PLDT。これはスライドの左側にあるタンパク質みたいに、それぞれの部分がどれくらい信頼できるかを色で示してくれるんです。青色ならここは自信あり、逆に赤色だとここはちょっと怪しいかもって感じですね。で、もう一つが PAE。右の図がそうですけど、これはタンパク質のパーツ同士の位置関係がどれだけ信頼できるかを示してくれる、いわば構造全体の設計図の信頼性マップみたいなものです。構造の信頼性が OK だと分かったら、いよいよ創薬の本丸に迫っていきます。つまり、このタンパク質のどこに薬をくっつけることができるのか、その弱点となるポケットを探し出すフェーズですね。このポケット探しって昔は本当に時間のかかる大変な作業だったんですよ。でもチミラ X は違います。Find Cavities っていうツールがあって、これがまるで精密スキャナーみたいにタンパク質の表面から内部までを自動でずーっとスキャンして、薬がはまり込みそうなポケットを一瞬で全部リストアップしてくれるんです。すごいですよね。しかもその精度が本当に驚きで、チメラ X はなんと 1.4 オングストロームっていうもう原子レベルの小さな探査機プローブを使ってポケットを探すんです。1.4 オングストロームって1億分の 1.4 センチ。もう水分子1個とほぼ同じ大きさですよ。そんな小さな隙間まで見逃さずに薬のターゲットになるかもしれない場所を洗い出してくれるわけです。さらにすごいのは、チメラ X はただポケットを見つけるだけじゃないってこと。そのポケットが例えば水と仲がいいのか悪いのか、これを疎水性って言います。あるいはプラスとかマイナスの電気を帯びているのか、静電ポテンシャルですね。そういう科学的な性質までバッチリ分析してくれるんです。これによって、じゃあどんな性質の薬だったらここにピタッとくっつきやすいかなっていうのがより正確に予測できるわけです。そして最後のステップが表現です。そう、科学っていくらすごい発見をしても、それが他の人に伝わらなければ意味がないんですよね。論文とか学会のプレゼンで誰もがなるほどって納得してくれるような説得力のある図を作る。
ここまでやってキメラ X の仕事は完了です。ここでもやっぱり効率性が光ります。見てください。このスライドにあるようなたった1行のシンプルなコマンド。これを打ち込むだけでさっきまでやってた複雑な分析結果が論文にそのまま載せられるレベルの超高解像度で美しい画像として一瞬で出来上がるんです。これなら僕たち研究者は面倒な作業じゃなくて分析そのものに集中できますよね。ここまでチメラ X の魅力をたっぷり見てきましたけど、でも似たようなツールって他にもあるんじゃないのって思いますよね。その通りです。じゃあなぜ今このチメラ X がこんなに注目されてるのか、他のツールとの決定的な違い見ていきましょう。例えば図をきれいに作るなら PyMol っていう素晴らしいツールがあります。でも AI のデータを取り込むのはちょっと手間がかかる。VMD は分子の動きをシミュレーションするなら最強ですけど、最初の構造が正しいかチェックするのにはあまり向いてない。その点チメーラ X は AI の予測を検証して分析して図にするっていうこの一連のワークフローに完全に特化してる。これが最大の強みなんです。まさにこの AI 時代にドンピシャなツールなんですね。そして何といってもこれです。スピード。AI が予測した構造データを手に入れてからそれが信頼できるか検証して薬のターゲットを探して最後には論文用の図を作るまで、この一連の作業が全部たったの20分ぐらいで終わっちゃうんです。これ研究のスピードがもう劇的に変わりますよね。そう、チメラ X っていうのは単なる分子を見るためのツールじゃないんです。AI が示してくれるもう無限に広がる可能性の海と、僕たち研究者が目指すたった一つの真の科学的発見、その間にある深くて広い溝を埋めてくれる完璧な解釈者なんです。さあ、その最高の解釈者はもうあなたの手元にあります。あなたなら一体何を発見しますか？